こんにちは。お元気ですか？今日は4月14日の火曜日ですね。4月も半ば、もう新入社員の方とか、あとは新学期学生さんとか、もう新しい生活が始まって、ちょっと慣れた頃っていう感じなんですかね。新入社員とかだと今まだ研修の時でね、結構大変だったりするんじゃないかなって思うんですけれども、特に新入社員じゃない方とかもね、その新入社員の研修を任されたりとかね、いろいろプログラムを組んだりとか、そういうちょっと大変な時期というかね、その新たな人を迎えてっていうので大変な時期だったりするのかななんて思ったりしました。いや、でもまだあれか、全体的な研修みたいのが終わってないから、まだ直接一緒に働いたりとかはしてないかもしれないですね。まあね、私もずっと一人でお家で完全在宅ワークをやってるとね、そういう年間のその流れというか、そういうのがね、全然ないんですよね。実感もないし、一人だからね、他の人と喋る機会もないから、なんかね、なんか最近ってどういう時期だっけみたいな、そんな感じなんですよね。最近私個人のお仕事収入になることとしてはだいぶペースダウンしてて、ちょっとのんびりやってるんですよね。ちょっとやる気が出ないというかね、ちょっと無理に頑張るとちょっとクオリティが下がるというかね、なんかねダメなんですよ。なのでね、ちょっとペースダウンして、ちょっともうノロノロしてます、最近は。だから、一言で言うと、ちょっと頑張ってないんですよね。これも戦略的怠惰っていうことで、いいかなと思って。別に貯金切り崩し生活でも、とりあえず今すぐすっからかんになって明日のね米が買えないとかね、そういうのではないので、ちょっと前まではね、その4、5年前とかはね、完全に無職生活だったんで、もう本当に毎日毎日生きれば生きるほどお金が減っていって、そろそろゲームオーバーが近づいてきちゃうなとかね、そういう感じだったんですけれども、たとえ少額であれ、ほんのちょっとでもお金が収入があると、今みたいにね、たとえ貯金が少し切り崩しながら生きてるとしても、この完全無職の時よりも少しなんていうか、まだ気持ちにね余裕があるっていう感じなんで、なんかダメな時に無理にがむしゃらに走るよりも、ちょっと今は休憩期間ってことでいっかみたいに考えてね、そうそう、のんびり暮らしております。昼寝したりとかね、昼寝っていうか眠い時に寝たりとか、あとはスマホで漫画読んだりとか YouTube 見たりとか、でもね、あんまり外には出かけたくないなっていうね、引きこもり気質はちょっとまだ回復できてないんですけれども、やっぱ家の中にいるとなんか安全というか安心というかね、ほっとしちゃうみたいのがあるので、ちょっとね、いよいよ一人でいることにもね慣れすぎちゃって、このまま行っちゃうとどうなんだろうっていう気もするんですけどもね。なんか一人といえば、昨日 YouTube でたまたまなんとなくおすすめに出てきたやつで見たんですけど、50代前半くらいの男性が、自分は子供もいなければ結婚もしなくて孤独に生きていますっていうね、そういうので YouTube でなんだろう、わかんないけど、そういう一人で孤独に生きてます的な、そういうのって結構あるじゃないですか、この Vlog 的なもので。そういうのが流れてきてたんで、なんとなくポチってクリックしてみたら、なかなか面白かったですね。なんか別に大した凝った動画を作ってるわけじゃないんですけど、自撮りというかね、ちょっと外に出かけてる景色を撮りながら、自分でナレーション入れてるみたいな感じでね、なかなか文章が上手だねなんて思ったりしながら
聞いてたんですけどもね。その方はね、どうしてもあんまり結婚とかする気が起きなくてみたいな感じでね、結局一人でいるのがやっぱり一人の時間が大事なタイプで、ただそういうのをね、やっぱり一般的な人とはちょっと違うっていう意味では、なんていうかね、社会不適合的な部分なのかなみたいのをちょっと言ってみたり、でもそれはそれで今一人でいることがすごく気分が良いというかね、心地よいとかね、多分年齢的にね、若い頃だとなんていうか、この多数派と違う動きとかあり方をしてるとね、そこにちょっと居心地の悪さとか、場合によっては劣等感を感じたりとか、実際にはただなんていうかタイプの違いなだけだとは思うんですけども、この多数派と違うことをしているというだけで劣等感を感じてしまうとかね、そういうのってあると思うので、そんなことを話されてましたね。なんかその方の動画の中で生涯独身の方の割合みたいのがちょっとどっかのサイトかなんかの切り抜きでペタッと添付されてたんですけど、なんだっけな、男性が20何%で女性が10何%とかで、わかんないけど私が見た感覚的に2割ちょっとぐらいが生涯独身なのかななんて思ったりしましたね。ただね、その算出方法がちょっとはっきりよくわかんないんで、実際どうなのかちょっとわかんないですけども、ただね、その独身の方の統計を取ったそのあれとしては、だいたいアラフィフくらいまでに結婚をしてない人のことを生涯独身っていうデータにしてるんで、だからね、もしかしたらその60歳で結婚したりとか、そういう人とかのデータは入れてないみたいです。だからアラフィフぐらいまでで一回も結婚しなかった人は、この先も、しない可能性も高いと思うので、それはそれくらいなんだろうなと。だから生涯独身の方は、2割ちょっとぐらいはいるのかなっていうようなね、印象を受けました。2割って言ったらいるけれども、少数派であることには変わりないよねみたいな、マイノリティの方にやっぱり分類するくらいの割合ではあるなと思いました。6割4割とかじゃなくてね、やっぱ8割近く、8割もないかな、7割南部ぐらいが結婚してて、2割南部ぐらいが生涯独身っていう感じなのかななんて思ったりしましたね。私もね、この先基本的には結婚しようとかね、したいとかいう気持ちはね、特にないので、ぶっちゃけ若い頃からね、別に結婚を目指したことってなくて、成り行き的に結婚するようなことになることはあるかもしれないけれども、それはちょっとわかんないみたいな感じで、結婚にベクトルを向けたようなこの生き方をしたことはなかったので、なんか逆にね、なんて言うんだろう、年齢的にこのアラサーぐらい、つまりみんながこの結婚をちゃんと考えなきゃっていうふうに思って実際に行動とかもするっていう人がね、多い、そういう時期にはあえてあんまり人とは付き合わないようにはしてましたね。っていうのも、この人と結婚とかはしないだろうなみたいな、ちょっと付き合ってみるのは良さそうだけど、なんとなく生涯共にするとかするのは、多分ね、出会ってすぐとかそんなんもともと考えられないとは思いますけども、付き合ってみないと分かんないんで、ただそもそも自分がその結婚に対してなんていうかアクセルを踏んでない状態でこの相手の人と付き合ったらさ、その相手の人の時間を奪ってしまうわけじゃないですか。その人とね、1年とか2年とか付き合っちゃって、付き合う分にはいいけど、ちょっと結婚っていう形は取りたくないんだよねとか言っちゃったら、なんかその人の人生設計をすごくなんかそういうのってあるじゃないですか。だから
なんていうかね、もうこの人と付き合いたくてしょうがないっていう人と出会うまでは付き合わないというかね、別に決めてたわけじゃないんですけど、なんか結果的にね、そういう風になっちゃいましたよね。だからなんていうのかな、相手も別に結婚とか考えてないとかね、そういうスタンスの人だったらいいんですけどね。そうそう、なんかね、そういうことをね、相手の時間を無駄にしてはならないとかね、そういうことは結構考えてた時期はありましたね。ただね、そういう意味では、今はね、もう年齢的に相手がいないっていうのもあるんですけども、絶対数的に相手を求めるその数がね、減ってきたっていうのはあると思うんですよね。ただ結婚じゃないけどパートナーが欲しいっていうね、逆に老後が寂しいからみたいな人はいるかもしれないんですけれども、なんかあんま私も気がすごく合う人だったら一緒に住むとかありかもしれないんですけども、なんか一緒に住まない方がいいなとかね、結構やっぱなんかそういう気持ちがあるんで、やっぱり向いてないのかもしれません。ただこのその動画でもちょこちょこ言ってますけど、私もうそろそろ閉経するなっていう感じなんですよ、体的にも。なのでそうするともう子供を産むとかね、そういうのはもう一切なくなるじゃないですか。もともと40代ぐらいになった頃から子供を産むとか、もう私的にはもともとそんな子供がすごく欲しくてとかそういうのでもないし、結婚がしたくてとかそういうのでもないので、成り行き的には私結婚というか子供も産まない成り行きになったんだなぁなんて、40代ぐらいにはぼんやりと考えてて、今も40代ですけど、49歳ですけれども、でいよいよ最近閉経っていうことになったら、ちょっとねほっとしたというかね、これでなんかもうそういうね、この30代とかアラサーぐらいの時のこの皆さんが結婚をそれくらいの年齢の人たちが人生設計の人にパートナーとかのを求めてマッチングをすごい頑張ってして、子供を設けてっていう、そのなんか自分のスケジュールに向けてちょっとリミットを感じながら頑張って動くっていう、そのこのなんかグループの中から完全にね、もう関係ないところまでね、両足が出たなっていう安心感はありましたね。なんかだからなんかそういう意味でもちょっと最近はのほほんという気分にね、生き方的なのほほんに拍車がかかったのかもしれないですね。更年期っていうとね、体調がいろいろ揺らぐというかね、不定収束的なちょっと体調のなんか微妙さもあるので、無理する必要はないっていうあれなのかななんて思ったりしますね。ただね、やっぱり残りの人生まだまだ長いわけですから、なんていうか、男性女性に限らず、なんか別にね、パートナーに限らず、友達っていうのもね、ある程度はちょっと欲しいかなっていうふうには思うんですけど、今ちょっと引きこもりたくてあんま外に出る気が起きないけどなーなんて思いつつ、いっかみたいな、そのうち外に出る気になったら出りゃいいかみたいなね、そんな風に考えております。そういう意味ではね、ぼっちはぼっちでつまんないこともあるんですけども、ちょっとなんていうかな、ほっとしながら生きてるっていうところはありますね。でなんとなくね、昨日そういうずっと独身で、その人は孤独という言葉を使っていたけれども、おそらくねネガティブな孤独っていうね、寂しくて辛くてしょうがないっていう意味で孤独っていうのを使ってたわけじゃなくて、なんかねふさわしい言葉がないですよね。この孤独っていうと何かな、すごくもうすごいネガティブな単語っていうイメージありますよね。
でももしかしたら言葉の意味的には別にそういうネガティブなものではないのかもしれないですね。ただ単純に一人で立ってて生きてるっていう状態のことを表す単語なのかもしれないですよね。ここっていうとね、またちょっとこう崇高なことをしているようなイメージになっちゃうので、それはちょっと違うしみたいなね、そんなことを思ったりしたんですけれども。でこの先私もね今はねとりあえず在宅の仕事をもうちょっとしっかりといろいろ稼げるようになんなきゃなと思いつつ、最近ダメだわと思いつつ休みつつみたいな感じでこの先どうなるのかななんて思ってたんですけれども、なんかお金がねもうちょっとちゃんとコンスタントに収入が生活費をカバーできる以上のものをね稼げて、貯金切り崩しじゃなくて普通の人並みに働けるようになったら、やっぱり5年に1回とかね、そう全国転々と引っ越ししながら生きれたらいいななんて思ったりするんですけれどもね。そういう時にやっぱりちょっとね自分に限らずコミュニティがもうちょっとあってもいいなって思うんですよね。最初はネットからのコミュニティをで作りつつ、リアルな現場でもなんとなくその辺の人と話す機会とかね、そういうのあるといいなって思うんですけれども、そうするとやっぱりすごい適当なコーヒーとか作ってちらっと気が向いた日だけのれん出すみたいなねそういう毎日何時から何時まで開けて何曜日が休みとかだともうもう絶対嫌なんで、そういうの気が向いたらコーヒー売りますとかねそういうあとは自分が好きな本とか漫画とかを置いてきて好きに読んでいいですみたいなねそういう適当な空間とかできたら楽しいななんて妄想したりとかしましたね。でがっちりと店舗とか持っちゃうと、この自分の箱を持っちゃうと、それはそれで固定されちゃうのがすごく嫌なので、昔はねコーヒーとかをやるんだったら移動販売みたいなキッチンカー的な移動販売とかなのかななんて思ったりとかしたんですけど、それもねちょっと違うなと思って、自分が住んでるとこで適当にやりつつ、やる気がない日はやらなくてみたいなそんなのできないかななんて思ったりしたんですよね。そこでイメージしたものの一つで本でね本って読書の本ですね、思い出したのが原浩一さんの作品で曲がり寿司だったっけ、正代さんっていう人のね曲がり寿司職人のおばさまが放浪の旅じゃないな、全国転々としながらいろんなとこのお店に曲がりしながらね転々として神出鬼没じゃないんですけれどもある時いきなりいろんな、例えばイタリアンレストランとかねのこの午前中の11時オープンだったとしたら、この朝から11時まで曲がりでちょっと寿司をそのお店を借りてね曲がりでちょっとやらせてもらうとかね、そういうでいきなりやってきてその町に、である時いきなりどっかまた行っちゃうみたいなねそういうね曲がりもいいなって思ったりしましたね。キッチンカーとかだとねまた結局そのキッチンカーっていうものを物理的に所有しなきゃなんないじゃないですか。それが嫌だなと思ってめんどくさいなと思って曲がりだなって思ったりとかしましたね。だから放浪しながらいきなりパッとねどっかで曲がりしてちょっとだけやってみたいのいいなと思いましたね。でもう昔と違ってね、最近はSNS が当たり前の時代じゃないですか。そこでオープンしましたみたいな今
今日はやってますとか、今日は何時から何時ぐらいまでで締めようと思いますとか、なんかそんな感じでお知らせしとけば、それをなんかあそこの曲がりのコーヒーちょっと飲みに行こうかなって思った時、あれ今やってっかなっていうのをSNS でパパッとやって、今やってないからダメだわみたいな。で、何時からやるって書いてあるから何時に買いに行くかとかね。そんな風にできるじゃないですか今って。だからなんかそういう感じで気が向いたらやるみたいな感じで、それをメインの商売っていうよりも、その私がねこの先どんどん年を取っていった時になんかぼっちすぎて飽きちゃうから、私多分ぼっちでも結構いけるタイプだとは思うんですけども、だからって特別すごい人見知りとかいうわけでもなくて、人と喋るのも結構好きだったりするんですよ。でもずっと一人でも大丈夫っていうタイプなんですけどなので気が向いた時にちょっとなんかそんな感じでコーヒーとかを出してみたいなね、曲がりコーヒーですね曲がりカフェみたいのがねできたらおもろいなって思いましたね。そしたらまた全国いろんなとこに転々としてね放浪できて、なんか曲がりとかだったら体力がすごいおばちゃんになって落ちてきてもいけるかなっていう気がしましたね。なんかそういうの楽しいなって思ったりしました。あとね、なんかそれでなんとなくぼやーって妄想してたんですけど、あとは会社のね、ある程度大きい会社とかのね、社員食堂とかもね、一瞬曲がりできないかなと思ってセキュリティの面があるので、いきなり入れないかもしれないですけども、でも、なんだろう、この、社食とかある会社とかだったら、そこにね、社食の、ご飯を提供する、会社がまた入ってやってるわけなんで、大企業すぎると逆に難しいかな。でもオフィスビルのそういうのとかで、ちょっと曲がりで社食を曲がりさせてもらって、社食をさらに曲がりさせてもらって、その2時ぐらいにスッてやってきて、コーヒー売って、このみんながちょっと疲れる頃タイムにね、あとは残業前とかね、その5時半とかね、残業これから始まるよっていう時ぐらいまで営業して、でこの残業にみんなが入るくらいの時間には自分は帰るとかね、そういう何曜日だけ来るとかね、なんかそういうのにして、であとはその会社のビル内でなんか会議とかが行われる時とかは、なんかこういう社内アプリとかでね、注文できるようにしておいてもらって、何時から何時、会議の時に、10人分とか8人分コーヒーとか言ってね。で、これはこういうコーヒー、何々さんは何々コーヒー、誰々さんは何々ラテみたいにね、ちゃんと注文もいくつかあって、で、その何時っていうのに用意しといて、その曲がりのカフェとかは一人でやってるから自分で会議室には行けないんで、誰かに取りに来てもらってなんかそういう感じでやれるといいなみたいな。で数日前からの予約とかはできなくてその日自分がやる気があるか分かんないからでも会社とかだと曜日くらいはちゃんとしといた方があれか。なのでその当日の朝注文してもらうとかね、そういう感じでなんかそういう気楽な感じでお金を稼ぐためのっていうよりね、趣味みたいな感じでね、そういうのができるとおもろいなって思いますね。なんかいろんなところに入り込めたらいろんなとこ見れておもろいじゃないですか。すごい田舎町のどっかのレストラン的なとこの曲がりだったりとか、あとは大都会の会社の社食の中を時間制で曲がりとかなんかいろいろ転々としていいなって思いましたね。そういうのをちょっと妄想したりとかしてましたね
そんな感じで今日もねこう仕事は午前中しましたけれども、なんかこうやってたらちょっとなんかこうダメだなって思ってて、何がダメだなっていうかやっぱクオリティですね。なんかこう気分がこう乗らないといまいちこう自分の仕事に鋭さが出ないというか、なんかこう全然問題なくこうなんていうかちゃんといい仕事はできてるとは思うんですけど、なんかこう鋭さがもう一回言った、なんかねそういうのが出なくてちょっとダメだなって思いましたね。だからそういう時はこうまあすぐやめてまあ無理せずにね貯金を切り崩しながらちょっとねこう自分が整うまではねその戦略的怠惰っていう方でねやっていこうかななんて思いましたね。でちょっとダラダラして、まあ、例えば夜の10時ぐらいにまたなんかやる気が出たらやったりとかね、結構もうそのやろうって思った時やるようにしてるんで、そうそうなんかねそんな感じですね。まあ、今日はこれからスーパーに行ってなんかロールケーキとかなんかキャラメルコーンとかとにかくなんかそういうのを買っちゃおうかなとか思ったりしてますね。まあそんな感じで今はぼっちで生きておりますが、寂しいっていう気持ちはないんですけども、寂しいというよりもねちょっと退屈かなっていう気持ちはあるので、なんかそういう意味でたまには人とねこう関わり合う生活がしたいなとかいうか、まあ、今っていうよりねゆくゆくあと何年後かは分かんないですけど、ちょっと放浪するような生活ができたら本当にいいのになって思うんですけども、まあ、ただその放浪をするにはね最低限毎月毎月ある程度の収入ができますよっていう稼げますよっていう基盤を作っとかないとそれすらもちょっとできないのでね、なんか、まあ、とりあえず今はねちょっとなんかダメだわと思ってのんびり生きてよっていう感じでございます。ということでそれではまた。